令和6年度の海苔の育苗は過去一大変だったと言っても過言ではなかったかもしれないです。高水温で種がつきにくかったので AI を使ったりプログラミングできないかと。また突発的に夏日が来た時のためにエアコンを基本的に使って品種で3段階、春夏の降線量を10段階くらいに分けて週間予報のデータを入れたりして海苔の種が確実につくようやってみる価値はあるかもしれません。全員が確実につくといいね。今年の海苔の種付けは高水温でつきにくかったけどつけてる人もいるので AI とかでみんな確実につけれるようになればなーって。今年大変だったけど種付けが良ければ今年の問題も8割解決してたようなもんなんだから。それだけ大変だったね。さあ出発です。ものすごく荷が乗ってるので細心の注意が必要です。これは新聞社とかメディアの人たちかなと思います。現場に到着したてはいかに危ないか分かりますよ。陸地と違って基本が揺れてるので波が収まるまで待つのが無難で安全です。無事網を乗せたら早速網を張り込んでいきます。網を張ると防波堤のようになって波が全然なくなるよね。この日は凪だったのであとはスムーズでした。張り終わったら豊漁を願っておみきを振る舞います。カキ殻の袋に空気が入ってると海苔の種が出ないので網を張り終わったらすぐやる作業です。とにかくこの日はとても暑く気温が30度近くあったみたいです。これからはより涼しく種付け日がずれると自分は思いますが突発的に夏日が来るかもしれないので種付けに関する AI とかの研究はやっていこうかと思います。種付け日の夕日とても綺麗ですね。次は2つ目の試練だった出来事、大雨です。海苔の種がある程度ついていたのでカキ殻入れてる袋を外し網を洗っていくのですが網洗いだけではきれいにならないので塩分濃度を測りながら網を水中から上げて乾燥させていきます。で、大雨です。ここまで雨が降ると海の塩分濃度が極端に下がるので無理に乾燥させると海苔がものすごくダメージを受けたりします。なので1日水中から網を上げずに網洗いだけの場合の海苔と珪藻は珪藻の落ちはこのくらいで完全にはきれいにはならないです。完全にきれいにするにはやはり乾燥させるしかないです。ですが塩分濃度がなくて乾燥させたくても乾燥させにくい。これが今年2つ目の試練でした。30枚に重なってた網を2、3枚に広げていく展開作業です。この頃が大雨の影響が一番ある時でした。一昨年もでしたが網を釣りにくい時って付着珪藻が増える傾向にあるっぽいです。ちなみにこの時の汚れ具合はこんな感じです。海苔目が占領されちゃってるね。海苔目が長くなると網が乾きにくくなるし珪藻は増えていくし結局北風強風に助けられました。ちょっと薄めですがまあいい感じだと思います。雨には当たらない方がいいので今年はビニールシートして持って帰ったりしました。前半は天気良かったんですが後半は曇りばかりで時には雨も降ったりで昔から雨が降った時用にシートは用意してたんでドームのように今年は久しぶりにやってみました。多少乾きにくくなって時間はかかりますが安心して網をたぐってご飯もゆっくり食べられました。袋詰めして冷凍庫に入れ終わったら今度はいよいよ海苔の摘み取りです。今年もいろいろと試練がありましたが
なんとかここまで育てることができました。いつものように細胞が閉まっている夜に海苔を摘み取っていきます。海苔を摘み取るのはこの箱舟を使います。一応空気層があるので、なんというかでっかい浮き輪って感じです。摘み取った海苔をいけすに入れて急いで港まで帰ります。港に着いたらトラックに入れて工場まで運んで、攪拌機に入れて鮮度を保たせ、これから海苔をすいて約3時間乾燥させます。どんな海苔に仕上がっていくかワクワクしますね。出てきましたが、いい感じみたいですね。今年も美味しい海苔が取れてよかったです。今年は大変でしたが、これからも美味しい海苔を求めて頑張っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。これからも面白い動画を作っていこうと思います。もし見て面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。